でもその引きずってる時間は誰も返してくれないじゃん。でもその時間は誰も返してくれないじゃん。もう導入から圧倒的に違いましたね。やっぱりこのね、役の性格、そこが明確になればなるほど役として生きるということが、これをきっかけに一つ見えてきたんじゃないかなと思います。皆さんこんにちは。ティーチャーアッキーです。私はアクティングコーチ、演技トレーナーをしております。演技トレーナーとは何か。俳優の役作りのサポートから育成レッスンまでをこれまで20年以上やってきました。そしてこのアクティングラボでは、俳優をこれから目指す一般の方、そしてプロとして活動されている俳優の方々から3分以内の演技動画を送っていただき、その動画をもとにアドバイスを送らせていただきます。そのアドバイスでその俳優の演技がどう変わったのか、そのビフォーアフターを皆様と一緒に見ていこう、そういう企画となっております。演技は才能で決まるわけではありません。何をどうすればいいのか、そのやり方さえ分かれば、今からでも誰でも俳優になることができます。そして本日のアクターは石井ののかさんです。それでは石井ののかさんの自己紹介を一緒に見ていきましょう。みんなの希望の花、石井ののかです。私は、ちょっとみんなには運動できなさそうって言われるんですけど、実は昔から木登りとか虫取りとかそういうのが得意で、登れそうな木があったらめっちゃ登れます。だから運動もできるし、メンタルも健康面でも結構自信があります。コロナにも1回もなったことがありません。今回は泣く演技が私は苦手なので、泣く演技の方2つ動画撮ったんですが、1つは泣く演技の方をチョイスさせていただきました。今後も応援の方よろしくお願いします。見てください動画。はい、ののかさん、素敵な自己紹介ありがとうございます。印象にとても残りますね。さて、そんな石井ののかさんの悩みが、泣く演技を少し苦手だという意識を持っているということで、この泣く演技も演技の中で、やってくださっているので、それもフィードバックの流れでアドバイスできたらなと思っております。それではそんな石井ののかさんのファースト演技を見ていきましょう。3、2、1、アクション。ねえ、ずっと言えなかったんだけどさ、私たち親友っていう割にすごいいい時だけ呼び出されてない？愚痴聞く係、写真撮る係、人数合わせ係。SNS には大切な友達ですって綺麗に書いてくれてるけど、本当に大切なら私の話も聞いてよ。ねえ、一回でいいからさ、今日はあんたの番ねってちゃんと向き合ってよ。はーいののかさん、素敵な演技ありがとうございます。友達に、いつもよく遊ぶ友達なのかなに自分の、悩みとか聞いてほしいことがあって、それが聞いてもらえない、いつも友達中心で、自己中心的に動いてしまって、それは別に嫌じゃなくて受け入れてはいるんだけれども、自分の話を聞いてほしい時に聞いてもらえないという、そういう葛藤の中での、爆発してしまったっていうシーンをなのかなっていう解釈でやったのかなと思うんですけど、構成自体はすごくいいんじゃないかなって思います。ただ、やっぱりなぜ今日今この爆発してしまったのかっていう、その具体的な理由がやっぱりふわっとしてるんじゃないかなと思います。今日という日は例えば失恋して大失恋をしてしまった、すごく悲しいことがあった、それをすごく友達に聞いてほしいにもかかわらず、友達は全然聞く気にならない、自分の変化にも気づいてくれない、それに対して不満だったり、自分って何なのっていう葛藤が生まれてしまって爆発してしまったっていう、結構その具体的な理由が決まらないと、やっぱりこの矛先、どこに向かって起こればいいのかっていうのが、やっぱりそこが今
全体的にふわっとしてるなというか、真実味がないなというところが惜しいポイントになるかなと思います。すごく雰囲気はね出てていいとは思うんですけど、やっぱりこの雰囲気だけの演技だけでねやっぱやっちゃうと説得力というのはなかなか生まれにくくなってきます。やっぱりその生まれやすくするためにはその具体的な背景をやはり作っていかなければいけない。このケースで言うなら何があって何を聞いてほしくて、そしてどの関係の友達なのか、関係もやっぱ具体的に決めていくと、もっとその役の衝動がより明確になって気持ちが爆発するタイミングみたいなものもなんか作り込まなくても自然ともっと爆発しやすくなるんじゃないかなと思います。やっぱりその回想してる時期係、都合のいい時っていう人数合わせみたいな、そういった部分の背景も多分そこを具体的にすることによってそのビジョンみたいなものがもっと浮かびやすくなってくると思うので、そこを具体的にしていただけたらなと思います。というアドバイスを、ののかさんに送らせていただきました。さあ石井ののかさんの演技がどう変わったのか一緒に見ていきましょう。3、2、1、アクション。ねえ、ずっと言えなかったんだけどさ、私たち親友っていう割にすごいいい時だけ呼び出されてない？愚痴聞く係、写真撮る係、人数合わせ係、SNS には大切な友達ですって綺麗に書いてくれるのに、本当に大切ならさ、もうちょっと私の話も聞いてよ。一回でいいからさ、今日はあんたの番ねってちゃんと向き合ってよ。はい、ののかさん、いやとても素敵な演技だったと思います。もう導入から圧倒的に違いましたね。そのずっと言えなかったんだけどそのずっとの背景もすごく伝わってきたし、その人数合わせ係とか言ってる時にもやっぱり少しその背景みたいな、どういうことだったのか具体的なビジョンもすごく浮かびやすくなってきたし、でその思いの丈をぶちまけて、さあどうなるんだろうっていうところがこれからの楽しみというか見どころになってくるんだけど、少し役としてはもう諦めモードに落ち着いたと思うんですけど、きっとこの思いは届いてこれから変わるんじゃないかっていう、そういう風な展開も予想できるような、いい表現だったと思います。でやっぱりこういう風にやっぱセリフ一つ一つに対しての背景が見えてくるような読み方も具体的に決めることによって起こりやすくなってきたんじゃないかなと思います。総合してよかったなと思います。さあそしてついにですね2本目ですね。次は泣きの演技。今のシーンも今のシーンも泣いてもよかったようなシーンに見えますけれども、次が、本当の泣くシーンを見せようということなので、それではですね、ののかさんの2本目の動画も一緒に見ていきましょう。石井ののかアクト2、3、2、1、アクション。ね、鏡の中の私、そんな顔してたらそりゃうまくいくものもうまくいかないよね。そりゃ失敗したのは事実だし、落ち込んでもいい。でもその引きずってる時間は誰も返してくれないじゃん。泣きたいならあと5分だけ泣こう。それで顔洗って好きな音楽聴いて明日の準備しよう。完璧じゃなくてもいい。でも今日も頑張ったねって自分だけは褒めてあげよう。
はーい、七岡さん素敵な演技でしたよ。ありがとうございます。この役は大きな挫折をしたんですね、きっと。でその解釈でやってて、それを鏡を見ながら自分で鼓舞していく、立ち直ろうと、自分と向き合っていくようなシーンになってると思うんですけれども、この挫折の裏にはやはりその自信だったり取り組んできた過程というのがあると思うんですよね。なんでただ挫折しただけじゃなくて、その前にあったその自信だったり、その背景過程みたいなものをもう少し具体的に決めてもらえると、もっと導入の入り口からね、もっとね変わってくるんじゃないかな。もっとそういう意味では絶望感だったり、もっとそういう表現が自然と出てくるようになってくるんじゃないかなって感じました。あと終盤にかけてそれでも前向きに生きていこう、前向きにやっていこうよっていう、ちょっと自分を鼓舞していくところも、やっぱりそういう意味でも、ちょっと性格も出てくるのかなと思うんだけど、やっぱその役の性格をもうちょっと理解するためにも、そこもどういう性格なんだろうなこの子っていうのをもう少し考えて向き合ってもらえると、自信があって、そのさっきの前半のね、自信があって努力家なのかもしれないし、すごくポジティブな明るい子なのかもしれないし、その背景によっても結構ね変わってくると思うんだけど、そこを作り込めば作り込めるほど、この中盤の演技、乗り越えようとする思いの動機だったり、その性格っていうのももっと密に表現できるようになってくると思うので、やはりその最初の核となる過程と、その前にあった自信みたいなものをもうちょっと具体的に決めるようにしてみてください。そうすると最後、終盤泣きに入るんですけど、やっぱりそういう今こう手で隠しちゃったんですけど、今のこの過程をちゃんと追っていって感じて表現できれば、泣こうとしなくても隠そうとしなくてもおのずと出てくると思います。涙が仮に出なくても、もうそんなのはもう問題じゃないぐらい心がちゃんと泣けると思うので、それをしっかり顔も隠さず見せてあげることの方が重要なんじゃないかなと思います。ちょっと泣きのアドバイスになっているかちょっとわからないんですけど、今回は、ちょっとね、これでののかさんがどのように表現するのかっていうのをこれから見た上で、また最後総括させていただきたいなと思います。そういうアドバイスを、ののかさんに送らせていただきました。さあ石井ののかさんがどう変わったのか、涙は出るのか、どんな挫折を表現するのか、ちょっともう見今から楽しみですけれども、はい、一緒に見ていきましょう。石井ののかのアクト2、3、2、1、アクション。ねえ、鏡の中の私、そんな顔してたらそりゃうまくいくものもうまくいかないよね。失敗したのは事実だし、落ち込んでもいい。でもその時間は誰も返してくれないじゃん。泣きたいならあと5分だけ泣こう。それで顔洗って好きな音楽かけて明日の準備しよう。完璧じゃなくてもいい。でも今日は頑張ったねって自分だけは褒めてあげよう。はい、ののかさん、素敵な演技ありがとうございます。もう導入から圧倒的に違いましたね。なんて言うんだろう、もうどうしようもない、牙のない挫折感というか、そういったところもしっかり表現できてたし、やっぱりその頑張ってきた過程、自信があったからこその行き場のないこの感情みたいなのが、やっぱさっき1回目でやってたその
なんとなく行き場のない感情じゃなくて、ちゃんと具体的に理由があるのにもかかわらず、もう行き場のないこの悲しみどこにぶつけたらいいのってなって、もうどこにも消化できないじゃんってなったこのもやっと感というか、いい意味でもやっとしている感じがリアリティがすごくあって、でもやっぱり自分を認めてあげたいっていうすごい自分に対する自信っていうのはちゃんとあって、でもその自分と向き合っていくことに対してやっぱ誠実でいるからこそのこのシーンなんだろうなって、非常にいいシーンだなって感じましたね。やはり自分を認めてあげられるのは自分しかいないし、まず自分が認めないと誰が認めてくれるんだっていう、そういうメッセージもなんかすごく伝わってくるような素敵な作品になったんじゃないかなと思います。そして最後の泣きに行くところも、結果的に涙はそんなに出てない感じはしたんだけど、そこが問題じゃなくて、素直にこの後泣いていくんだろうなって、もう5分だけ泣こうって言ってるので、この後5分間散々泣いたんじゃないかなと思います、ね。しかもその最初のオープニングの導入の前にもすでに泣いてたんだろうなとも思うし、なんかそういった部分の背景もより見えてきて、見応えがすごくあった芝居でしたね。今の意見も多分僕と同調してくれる方もいれば、全く違う答えが生まれた人もいると思うんだけれども、本当に演技というのは解釈というのはすごく開けているので、僕の今の解釈だけがもちろん正解ってわけじゃないんだけれども、やはりこうやって野中さんが一つオーンって表現を明確にすることによって、たくさん反応が生まれてくる、反響が生まれてくる、そんな考えさせられる作品になったんじゃないかなって、思いますね。野中さん、素敵な演技ありがとうございます。やっぱりこのね、役の性格で、今回これによって役の性格にもしっかり触れていけたんじゃないかなとも思います。なんでやっぱそこが明確になればなるほど、やっぱり見やすさにもつながってくるし、なんか役として生きるということが何なのかっていうのが、これをきっかけに一つ見えてきたんじゃないかなと思います。なので野中さんもこれからこういうちょっと具体的に作っていくという癖をね、作って、やっていってもらえれば、毎回素敵な演技ができて、本当になんていうの、上手い下手とかそういう次元じゃなくて、本当にいい演技、感動させる演技っていうのがもうより高確率にできるんじゃないかなって感じました。野中さんのこれからに期待しています。野中さん、素敵な演技ありがとうございました。そして皆さん、野中さんの詳細は概要欄に記載しておりますので、一緒にフォローして野中さんのこれからを応援していきましょう。そしてこのアクティングラボでは皆様の参加をお待ちしております。概要欄にエントリーフォームがございます。そちらからご応募お願いいたします。同じく概要欄にサンプルテキストもございますので、そちらをご活用いただければと思います。どんな俳優にこれから会えるのか、本当にワクワクドキドキします。そしてこの俳優たちを、この動画を見てくださっている監督、キャスティングディレクターの皆様、ぜひ、ここに素晴らしい才能が集まってきますので、チェックしていただけたら嬉しいです。それでは皆様のご応募お待ちしております。ティーチャーアッキーでした。それではまた次のアクティングラボでお会いしましょう。バイバイ。